皆様こんにちは、フービーです。今日はこちらのメロンパンをミニチュアサイズで作っていきたいと思います。原型作りに使用するのはタミヤのエポキシ造形パテです。クイックタイプを使用していきます。1センチぐらい使用します。だいたい均一に混ざったら土台にくっつけていきます。土台に使用しているのは Amazon で購入したクリアケースです。今日のモチーフはメロンパンですので、ちょっと半円になるようにくっつけていきます。ここでモチーフを確認します。こちらのメロンパンは縦横に6本の線が引いてあるんですが、だいたいこちらのミニチュアでも5本から6本の線を入れていきたいなと考えています。お好きなメロンパンを眺めながら作ると再現度が高まるので、より楽しくミニチュアをお作りいただけるかなと思います。モチーフを眺めながら制作をしていきましょう。まず歯ブラシで叩いていきます。こうすることによってパンのふわふわ感、そしてメロンパンの表面の質感を与えることができます。あまり叩きすぎて平らにならないようにご注意ください。次に線を引いていきます。私はピンセットを使用したいと思います。5本から6本入れていきたいんですけれども、ちょっとサイズが小さいので5本にしていきたいと思います。5本の場合は真ん中に線を入れてから左右に2本ずつ入れるだけなので簡単です。縦があまりくっつかないようにちょっとトントントンと置くようにしながら線を引いていくと良いと思います。横の線が引けました。今度はケース土台を横にして、また同じように真ん中に1本入れて左右に2本ずつ入れていきます。ケースをひっくり返してまた2本入れていきます。少し放射状に線を入れてあげるとよりリアルになります。このような感じに仕上がりました。ここからこの線をよりちょっと質感付けしていきたいと思います。ピンセットの先端を使ってトン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 とより線を強調するようについていきます。原型の形状なんですが、ちょっと大げさに質感付けをした方が型取りをした時に
ディテールが拾いやすくなるので、ちょっとここは大げさに彫っていきましょう。意外と型取りするとブルーミックスなどでそこまで大げさじゃなかったりに見えなかったりするので、少し大げさに全体のバランスを見ながら丸く仕上がるようにしていきます。横から見ても盛り上がっているか確認しながら造形していきましょう。こちらで造形を終えたいと思います。このまま6時間置いて硬化を待ちます。それではまた6時間後にお会いしましょう。数時間経ちましたので型取りをしていきたいと思います。型取りには前回同様ブルーミックスを使用していきます。ブルーミックスを計量するときはパジコのカラースケールを使用します。私は素手で作業をしていますが、ブルーミックスを出されている会社さんは公式では手袋を使用してくださいということなので、皆様は手袋を使用するようになさってください。素早く練って丸く形作ります。そしてそれをこちらの原型にかぶせて覆っていきます。裏から見て問題なさそうであればこのまま30分硬化させます。また30分後お会いしましょう。30分経ちましたので型を外していきたいと思います。このように型を外すことができました。次に色粘土を作って型抜きしていきたいと思います。粘土はモデナを使用していきます。粘土をこのメロンパンの一番明るい箇所の色に合わせて着色していきます。少し粘土が硬いので練りながら絵の具を混ぜていきます。今日使用する色は白、そしてネープルスイエローヒューという色です。この2色を少しずつ粘土に混ぜていきます。白を入れることによって半透明の粘土を不透明にすることができるので、よりメロンパンの質感に近づけることができます。混ぜた粘土を一度明るい部分の隣に置いてみて、まだ少し明るすぎるのでもう一度ネープルスイエローヒューを足していきます。粘土の色がちょうど良くなったので次は型抜きしていきたいと思います。型抜きです。粘土を一度練って綺麗な面を出したら少し丸めて型に当てていきます。指で擦り切るような感覚で粘土を切ります。一度カッター板に押し付けてあげると底が綺麗に仕上がります。
綺麗なメロンパンを作ることができました。用意した色粘土すべてを型抜きすることができました。一晩乾燥させて色付けを行いたいと思います。一晩経ちました。粘土が乾いたので着色していきたいと思います。着色に使用する色はこの2色です。トランスペアレントローシエンナとローシエンナです。細い水を塗っていくので、着色にはこのような細い筆を使用していきます。まずはトランスペアレントローシエンナを水で薄く薄めて塗っていきます。ちょっとムラがある方がリアルです。次にローシエンナを使います。ローシエンナとトランスペアレントローシエンナを薄めて一緒に薄めて色を作ります。ちょっとローシエンナの方がピンクがかっているので薄くしたらバランスを見ながら薄く塗っていきます。あまり色がパキッとしていない方がリアルです。着色することができました。この後質感付けを行いたいと思います。質感付けにはモデナペーストを使用します。モデナペーストを筆に取って薄くトントントンとのせていきましょう。少し波打つようにのせるのがポイントです。
全体に塗っていきます。モデナペーストを塗ることによって絵の具の色は柔らかく、そして質感がつくので、よりメロンパンにリアルさが表現できます。乾くまで置いておきます。完成品です。